今回は最近読んだ本の中からいいなと思った本を紹介します。一冊目は僕ら大切なことに使える時間はもうあまりないから、市川誠さんの本です。2冊目はデザイナーのビジネススキル、キャリア5年目からの壁の越え方、大崎優さんの本です。この2冊は私が1年くらいずっといわゆるミッドライフクライシスで自分にとって心地よい生き方とか今後のキャリアについて考えながら過ごしている中で出会った本です。テーマの全く違う2冊ですが、人生に迷う40代デザイナーの私はこの2冊のおかげで仕事とプライベートの両方にじっくり向き合えました。本を読み始めるときはだいたいこの木芯キャンドルの香りで気分を切り替えています。スタンダードプロダクツのものなんですが、焚き火のようにパチパチ音が鳴るのもいいんですよね。さて本題に入りましょう。まず市川誠さんの僕ら大切なことに使える時間はもうあまりないからなんですが、この本は X かなんかで見かけて表紙とタイトルが気になるなくらいの気持ちで手に取ってみました。てっきりエッセイだと思っていたんですが、割と幸せな時間の過ごし方のハウツー本みたいな感じです。ミッドライフクライシスの私にぴったりで、認知科学の視点から満足度が上がる時間の使い方を教えてくれるような内容になっています。なぜタイパ重視では幸せになれないのかとか、やることを5割に減らすとか、結構強めの内容から入るんですが、言われてみれば確かにと思うようなことばかりでした。読んでいて一番印象的だったのが、やっぱりタイパ重視の時間の過ごし方はダメという内容で、何度も何度も繰り返し書かれていました。タイパ重視の行動って、例えば仕事の昼休み中にスマホで SNS を見ながらパパッとランチを済ますみたいなことですよね。これをやってしまうと一つ一つの行動を味わっていないし、後で振り返った時にも記憶として残りづらいということで、平たく言うと空白の時間のように感じてしまうらしいんですね。めちゃくちゃ忙しかった時期のことを全然思い出せないっていうことありますよね。あれが日常的に起きてしまうイメージなのかなと思いました。40代以降、人生の後半は積んできた経験や具体的なエピソードを振り返ることで幸せを感じやすいということなので、とにかくまずは人生レベルで考えた時に優先度の高いことにフォーカスして、その時々を丁寧に味わってたくさん振り返りをしたいなと思いました。読みながら、そういえばこの Vlog 自体も編集している時とか見返す時にすごいいい振り返りになっているなと気づきました。今どう感じているかを意識しながら撮ったり、編集する時は改めてどこがどう良かったのかっていうのを考えるし、見返す時はこの時こうだったなってリアルに思い出したりとか、同行者がいる場合はその人とその日のことを話したりとかもするなって思います。私の場合は人と会った日のこととか旅行の時なんか特にいい振り返りになっているなって思うので、積極的にやっていきたいです。すぐアクションに移せることも結構書かれていて、めちゃくちゃいい本でした。2冊目は大崎優さんのデザイナーのビジネススキル、キャリア5年目からの壁の越え方ということで、この本はですね、デザイナーの実務上でハウツーがわかる本みたいな感じではないんですが、まるで全5回のデザイナー向けのセラピーを受けたぐらいの満足度です。一見すごく厚みもあって文字も多くてとっつきづらそうな本なんですが、デザイナーが上司とのワンオンワンとか飲み会で吐露していたような
なかなかうまく言語化できない迷いへのアンサーが載っているような感じなので、特に後半はこのくらい量があって安心でしたね。タイトルにある通り、全体のテーマとしてデザイナーもビジネスを知るべしということが書かれてはいるんですが、ミドル以上のデザイナーがぶつかりがちな組織内でのポジショニングとか、周りとの共同対話の仕方なんかがとても詳しく解説されている本です。それから自分から動いてプロジェクトを始めるべしみたいなことも全体通して結構何度も書かれていました。基本的には今後の動き方を考えるときに読む本だと思うし、私の状況としても非常に参考になったんですが、それ以上にこれまでやってきたことの良い振り返りになって、私的にはすごくそこが良かったなと思ってます。私が今後のキャリアに迷っているのは、正直直近のキャリアで自信を失ってしまった部分が大きかったんですけども、私なりにビジネスに向き合ってはいたので、この本を読みながらこれまでのことを振り返って、いろいろな要因で思ったような結果は出なかったけど、意外と大筋の動き方としては悪くなかったのかななんて思えたりして、なんだかすごく自信を取り戻せたような気がしました。キャリア5年目からのとされている本なので、キャリア20年の私にとってはすでに経験したことが多くて当然なんですけども、やっぱり組織内での立ち回り方とか、デザイナーとして理解しておくべきマーケティングだとか事業畑のことで、強い苦手意識があって、でも苦手なりの努力が大きくは間違ってなかったんだって思えて、すごく救われた気がしたんですよね。でも知らなかったことも多いし、経験した上でまだできていないことばかりだったりはするので、今後に生かしていければと思います。ということで、ミドル以上のデザイナーにはすごくおすすめの本かなと思います。今回紹介した本は概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ読んでみてください。そして次に読もうとしている本もちょっとチラ見せしちゃいます。デザイナー向けの本ではデジタルプロダクトデザインの教科書という本で、今時の現場で必要とされることが横断的に書かれていそうで、章立てだけでも秀逸だなと思ったのと、リサーチの章をパラ読みしただけでも良書の予感がしてます。それから少し前に話題になっていた忙しさ幻想という本です。これも X で見かけて表紙とタイトルが気になっていたので読んでみたいと思います。No plans, just wondering, but somehow